はじめまして、神さんの感情の解放です。過ごしやすい季節が来ましたね。毎日が暖かくて気持ちよく過ごせています。今、新しいことを始めていますか？気持ちのいい感情は個性と可能性を引き出してくれます。地球人はネガティブな感情をコントロールすることを当たり前にして毎日を生活しています。毎日朝から思考が騒いで自分に話しかけてくるのをどうにかしたい。忘れていた嫌な感情が最近出てきてしまう。思考や感情をコントロールできないって困っていませんか？思考や感情に振り回されてネガティブになっていませんか？この動画を見ることで目には見えないエネルギーの感情、毎日思考から出てくる、常にもういらないと感じている感情を一つでも多く解放して身軽な波動にする方法を紹介しています。感情の解放を浄化として受け入れていくことができます。心が平和で豊かな毎日に近づいていきます。日頃から行動の地球では体が健康で元気であることが重要です。あなたがいらないと感じているネガティブな感情は病気を起こして元気がなくなっていきます。精神と体の器を整えておくことで健康で元気ですぐに体を使って動くことができます。どんな時にどんな思考が出てきてどんな感情になってしまうのか、毎日感じているすべての感情はあなたが選んでいます。実はすべての感情はあなたの自作自演で体験しています。地球人は感情を取捨選択することで人生を変えていくことができます。もう使いたくない、いらない感情を感じたときには、今まで考えてきた記憶、考えてきた思考です。この感情を自らが手放していくことで、思考も変化していきます。感情の解放は感じる思考に近づけてくれます。地球人の個性の気づきや新しい可能性を見つけることができます。感情を解放することは個性という強みに気づき、自分を信じていくことにつながります。ポジティブとネガティブのバランスを取ることで、心が軽やかになり、身軽な行動が取れることになります。内面の自分と会話ができるようになると、今までのネガティブな考え方や固定概念は全く必要はないことに気づくことができます。もういらないと感じているネガティブな感情の解放で波動が身軽になっていきます。これからの地球の波動に合っていきます。感情の解放を真似をすることで笑って身軽になる、楽しく毎日を過ごせる応援ができたら心から嬉しいです。潜在意識や量子力学を独自で学び始めて、科学では解明できないスピリチュアルなことや物質である現実では目には見えることだけではない現実もあること、常に感情や思考の波動で現実を作っていることを知って日常に試し続けている毎日で自分を信じてこの動画を配信しています。今日は自己否定と承認欲求について話していきます。ネガティブな感情のトップクラスで毎日出てくる感情かもしれませんね。自己否定と承認欲求をどのように解放していくのかをお話ししていきます。自己否定と承認欲求の感情の時には、小さい頃、子供の頃からの環境や兄弟、親子関係が大きく影響しています。日本人ならではの調和と目上を重んじる国民性が関係しています。
身近な両親や兄弟、学校なら先生や先輩などに対して出てくる幼少の頃からの概念や思い込みのことから感じることが多いんです。地球で生きてきた感情の中で、毎日の感じてきた感情なのかもしれません。自分自身に対して自己否定の感情は他者と比べていることから来る思い込みと概念が感情を起こしています。他者に対して環境や比較から来るストレスから生まれる感情です。他者への嫉妬、比べていることを見せたくない、知られたくない感情は人生の中で多く感じた感情の一つではないでしょうか。ネガティブと言われている感情が出てくるときには、今まで生きてきて自分が危険を察知して自分を守るために考えてきた記憶のようなものです。同時に承認欲求の感情も思考もどんどん出てきます。自己否定と承認欲求の感情の出てくるときには、今までの考えてきた記憶の脳の引き出しを上げてどんどん思い出させていきます。承認欲求や自己否定は身近な両親や兄弟の影響が大きく、パートナーや友人、社会に出てからは上司や目上、先生や先輩などに向けて感じてきた感情です。自己否定や承認欲求の感情の中には、自分の思い通りにならない時や他者に対して期待通りの現実にならなかった時に感じている感情です。例えば、旦那様に対して期待していたことがある時や、子供や友人が当たり前のように対応してきた時、両親からの生活のことで干渉される時や、ママ友に対して子育ての価値観を否定されたとき、忙しい自分の時間が持てないことの感情はここに出てきますね。この自己否定と承認欲求の感情の中には、期待と不安や恐れ、正義や失敗から意見の同意を求めるときに感じることがあります。家族構成やいろんな環境によってそれぞれは違います。自己否定と承認欲求の感情は、自己犠牲から来る圧迫感や不安や恐れなどから出てくることがほとんどです。他者と比べていることで感じることがとても多い感情でもあります。自分を否定しているときには、小さい頃に感じた感情からの不安と恐れです。他者と比較されてできた記憶の感情に一緒についてくる思考です。他者に対して承認欲求を出しているときには、相手への期待と意見の相違、不満があります。実は自己否定と承認欲求の感情からの行動には、共振、共鳴を多く含んだ行動をしていることが多くあります。自己否定と承認欲求の感情が出ているときには、他にもいろんな思考と感情が出ていきます。なんかすごく話しかけてくるんですよね。今まで考えてきた思考の記憶からの自己否定と承認欲求の波動が出るような記憶をどんどんたどって、感情や思考が無限に出てきます。自己否定と承認欲求の時には、心が穏やかではないことがほとんどです。周囲との平和な環境を保つために気持ちを抑えている自己犠牲は否定になっていきます。忙しく時間に追われている中での自分の行動を相手に理解してほしくて承認欲求が出ます。
思い通りの結果が出なかった時の自己否定や経済的に自分ではどうにもできなかった不満や失敗と感じる感情になり、視野を狭くしていきます。この時には小さい子供の頃の思考で思い出したりします。しかし、ネガティブな感情にはタイプがあります。どんなことに自己否定と承認欲求を感じているのかは、子供の頃からの癖があります。ほとんどが子供時代で身近な人間関係で多く感じた感情だからです。ネガティブな感情を味わうことで、地球人として成長と学び、経験をしに来たからです。ネガティブな感情が悪いとかいいとかではありません。感情を作り出して体感しているだけなんです。他者と比べていることで、自分の中の思い込みや概念が安心できる状況を作り、自分を守るための感情を作っているんです。今のあなたの感情の 100% です。ネガティブな言葉からあなた自身が選んで今の感情を作ります。その逆もしかりで、ポジティブな言葉で感情を作ることもできるということです。自分に向けて体感したい状況を作って感情を体験しているんです。ネガティブな感情はあなたに対して何かを伝えて教えてくれています。思い込みや概念やエゴの意識への向かい合いを促しています。ネガティブの感情は多く持ち続けていると、とても体にはよくありません。細胞レベルで体の内臓に負担をかけていきます。それを続けていると病気にもなります。過度なネガティブな感情の波動はあなたの中から外していくことが、行動の星である地球で過ごすには賢明なあなたしかできない改善な方法です。自己否定や承認欲求で思考や感情に新たな思い込みを作ります。その反対の波動を選択していたら、その時点で違うポジティブな感情を体感することで、ハッピーな自分もいることになります。子供の頃に作った感情が記憶として出てきます。こんな風に。お父さんが仕事が忙しくて遊んでくれなかった。お母さんが宿題をするとおやつを出してくれたからサッカーができない。嫌だってお兄ちゃんが遊んでくれなかった。お姉ちゃんがいつも私のことをいじめてきた。友達が喜んでくれることを今までしてきた。など、自己否定や承認欲求は我慢をする自己犠牲という行動が多くあります。その行動は自分自身に伝える感情になって記憶されています。常に自己犠牲の感情でメッセージを送っていきます。この後にも自分を責めてくるネガティブな思考が頭の中にたくさん出てきます。記憶なので同じような場面の時には必ず出てきて、あなたに今の安心と安全を与えていきます。ここで自分という意識を俯瞰してみます。ちょっと待って、神さんはなんで意見を求めようとしたの？その否定的な感情を選んでいるのはなぜですか？そうなんです。この感情は子供の頃から一番使っている感情で、この感情が出てくる確率はとても高いんです。感情が出てくるパターンやシチュエーションは友達と
会えない時や、親や兄弟から言われたことで傷ついたり、自分を守るために意見を求めたり、調和のために自分を抑えている時に出てきます。そこに他者がいて感情を体感している。ネガティブな感情である不満や圧迫感、無価値観と自己卑下を体感して楽しんでいるということになるんです。現実は全く楽しくはないと思うんですけれど、地球人の中で個々の目的に自己否定や承認欲求を経験する人生を選択している地球人がいます。あえて厳しい環境に身を置いてネガティブの感情を経験して、目的のために自分自身から喜びと感謝である幸せを見つけに行くことが成功なのであれば、その体験をしたくてこの感情を体感していることになります。ここから感情の解放をしていきます。もういらない感情が出てきたら、まず今の感情が出てきたことをしっかり認めます。出てきたいらない感情のことはあまり重く深く考えずに軽い感じで。理由はなくていいんです。理由なんて考えていたら感情を解放するどころか、またネガティブな感情を作ります。出てきたそんな感情が自分の中にあったんだなぁと、さらっとドライな感じでいいんです。手放して捨てる、解放するイメージで実際にいらない感情を紙に書いてビリビリにしてゴミ箱に捨ててもいいんです。ネガティブな感情は他者との波動を変えているから起こしている波動です。波動は常に二元性を持っています。ネガティブの波動にはポジティブの波動が同時に発生するんです。同時に起きる、起こす波動です。この感情を体感しているということは、二元性から見るとポジティブな感情に置き換えられる感情でもあるんです。常に自分が選択して感じているということです。その感情を選んで楽しんで体感している。二元性を持っている反対の波動は持っているから起きています。今選択したネガティブな感情を体感しているのであれば、ポジティブな感情に置き換えられる波動です。いつも感情の断捨離のイメージができるようにしておきます。今日は私が好きな解放のワークの手順を紹介します。まずは火をイメージします。いらない感情を解放、手放していくことをイメージして、いらない感情を焚き木のように火の中に入れていきます。そこにいらない感情を捨てていくと、火の中で灰になって、どんどんなくなって見えなくなっていくイメージです。その後、大きく深呼吸をします。長く細く息を吐き、大きく空気を吸う深呼吸です。この深呼吸は波動を変えます。そのいらない感情には必ずありがとうのお礼を言います。大きく深呼吸を繰り返しながら、今までお世話になったけどもう必要ないから、本当に今までありがとうと感謝します。深呼吸をするときには体の中で風船を膨らましていくイメージです。深呼吸の後には必ずお水を飲んでほしいです。お水は体の中の細胞にあなたの思いを伝えてくれる、伝達をしてくれる高い波動の存在です。そうすると体が少しずつ軽くなるのを感じるはずです。脳の使い方が変われば思考が変わり始めて、習慣も細胞の働きもどんどん変わります。体はいつもあなたの味方なんです。いらない感情が出てきた時には、この順番で感情の解放を続けていきます。
いろんな状況でいろんな感情が出てくるのは、その感情を使って生きてきたからです。同じような状況、シチュエーションによっては違う形でまた出てきたって思うことがあります。生まれてから今までその感情をたくさん感じて多く体験してきたからです。感情が出てきた時には、こんな感情が出てきたと感じるだけでいいんです。理由なんてどうでもよくて、ああ、こんな感情が自分の中にあったんだなーってさらっと俯瞰するだけなんです。ネガティブな感情も地球で体感したかった感情です。もういらないのであればお返ししていくイメージです。体が軽やかに、気が楽になっていけます。不要なネガティブな感情を手放す前に感謝をするのは、まずは体に愛を届けることが大事だからです。体も感情も思考も言葉もすべて波動です。ネガティブな感情は体に負担をかけています。ネガティブな言葉は口から毒を出して周りの環境を悪くしてしまいます。体に今までの感謝をしながら愛を届けていきます。いらない感情の波動を手放すことは、あなたがあなたを守ることになり、体はいつもあなたの味方で地球人生の本当のパートナーです。どんな時でもあなたから出てきた感情に気づき、意識することが大切です。感情の解放をし続けていくことで、思考が変化して脳が考えてきた思考から感じる思考に変わっていることに気がつきます。体は数十兆個の細胞でできていて、常に細胞は生まれ変わり続けています。体の中で常に循環しています。だから体はあなたの感情、思考の変化も十分に分かっています。思考が変わると細胞も新しくなっていき、循環していきます。体はあなたの本当のパートナーです。ここでまとめです。感情の解放を続けていくことで、体に感謝を向けることができたり、解決することがたくさんあります。人間関係の改善や性格が良くなったり、ストレスが減ったり、自信がついたり、心に余裕が出たりします。今、地球人に向けたメッセージは、今、あなたの中にある地球で使わなくても良くなったいらない感情をすべて手放すことです。今年は心の中をクリーンアップする、大掃除をしてアップデートする時です。波動を高く強く維持できるようにしておきます。これからの地球で起こることに恐れずに自問自答をして、今できることをする。地球人はこの地球に生まれて、この時代を楽しむことを選んで決めてきた勇気のある愛にあふれた存在です。今までのすべての自分を許して、自分に愛を注いでいくことで、5次元の地球人になっていきます。常に感情の波動に意識をします。あなたが存在しているだけで個性があることなんです。地球人の望む未来は今ここにあること、ここに生きていることに心から喜んで感謝することで、今まで考えてきた記憶、考える思考はすぐに感じる思考に変化していきます。一人時間を1日10分だけでも作ることをお勧めします。携帯電話もテレビもない空間です。お風呂やトイレがいいかもしれません。毎日の瞑想や
自問自答を心がけて、自己対話を習慣にすることが大切です。私が今まで体験してきた感情の解放のワークを随時配信していきたいと思います。私の他のチャンネルも合わせて見ていただければ、さらに感情の解放が上手になっていくと思います。概要欄に載せておきます。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。とても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。